こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。秋日和、まさに青空のさえ渡る羽生の内亭です。今日はここから秋深くなる中での実りの盆栽飾り、また秋から冬この時期の飾りの道具立てや雰囲気、このテクニックをご披露させていただきます。お楽しみください。内久亭応接室の飾りです。ご覧ください。まるで色絵の具を流したような深紅の赤、山塚の盆栽です。紅葉はハゼや山塚から始まり、もみじやピラカンサ、梅もどき、そして山垣の晩秋へと移りゆきます。今回は皆様にこの山塚を主題に飾りをご披露します。この木は100年という時間を盆栽家が愛した歴史をしっかりと有しています。木姿、葉の色、ましてツタというつるしょうの種類をきちんと考えて、半圏外に降り降りるような幹姿を表しています。まさにこれ一つで十分秋飾り、秋の景色を楽しめますが、この木の持っている内容をそれぞれの道具がこの床の間で支えています。掛け軸は江戸中期に活躍した狩野永信、狩野伊勢院とよく呼ばれます。月に足に狩り、まさに水辺に足が降り立つ姿、見事にそれを描写した江戸期の名品と言われる掛物です。右側の脇床にはまさに全山紅葉を表す丹波紅紫雲の山形石、堅牢な石肌が水石の美をたたえていますが、まさにこれほどに紅色になるものは佐渡赤玉石、そしてこの紅紫雲、数少ない紅鴨というわずかな石色です。さてこの石は誰が見てもパッとここに入って素晴らしいなって思ってくださいます。もちろんこれで十分にお客様を迎える飾りとしては満点に近いかもしれません。盆栽や水石飾りというのは必ず盆栽、水石、それが主役になって飾る面があります。今回の場合は山塚のこの美しい秋色、これをめでるための席になります。その時に微妙な道具立ての変化でその世界観が変わっていくのをご説明します。例えば今ここに炉眼、足に狩り、そこへ月がある、こういう世界がありますが、一つ疑問が出るとすれば、まず山塚の色を飾るときに夕景色、夜景色の月の掛物はいかがなものでしょうか。本来紅葉を楽しむのは日の光の中でもあります。月の軸がツタと合うかどうかという部分、そしてこの足が、もちろんこの狩行きの狩りは秋の季節といっても山塚にもよく合います。しかしそれが水辺の景色、そこに足というものがあります。山塚と足、それは風景の中でも多少の距離感があります。この部分を直してみたいと思います。さて先ほどの狩野派の名品の軸、素晴らしい軸ではありましたが、先ほど申したように山塚の紅葉に月という一つのクエスチョン、もう一つが水辺の足のある風景というクエスチョン、この一つを変えるためにこのような掛物に変えました。
大空から秋深くなる頃、渡り鳥である狩りが列を作って降りてきます。これを絵の世界では来岸の図、来る狩りの図と言います。山の向こうから静かに一筋の線で降り来る姿、その越える山のふもとにある山塚、しかも建物という長い掛け軸ではなく、横物というものが山塚との空気感と距離感を見事に捉えています。余計なものを一切書き込まずに、狩りの群れなす姿だけが風景を作っています。こういう掛け物が一番盆栽を映えさせてくれる道具立てとも言えます。さて、静かな掛け軸で山塚の姿、色は一層のものとなりましたが、右側にある丹波神石、この赤がツタの赤とかぶっている部分を多少感じます。秋だな、それを一つの種木で見せる。他に秋を強く感じるものは避ける。それも飾りの強弱をつける一つのポイントになります。それではこの素晴らしい丹波神を別のものに変えて、山塚の世界をもう一つ作ってみましょう。右脇床にあった丹波紅紫雲をどかして、ここには今度三重の塔の木製のものを飾らせていただきました。来る狩りの群れ、その山里にはすでにもう山塚が美しい紅葉を見せる。その山里の中には歴史ある斜塔が立ちすくむ。まさに晩秋の山里の秋、歴史深い古都の秋すらも感じられます。このようにツタの素晴らしさを際立たせようという時は、控えめであっさりとして山塚の景色を助ける掛け軸、そして脇にはそこへつながる景色、この全体の構成というのも楽しいものです。先ほどの紅紫雲も立派ですが、立派すぎて山塚とぶつかってしまいます。この席で伝えてようとしているのは、来る人に山塚に目をいってほしい。そしてよく見れば掛け軸も脇に置いてある道具も、あ、こういう世界を作っているんだなという思いを巡らしてほしい。そのような世界観を作っています。いかがでしょうか。このような飾り。秋飾りにもいろいろなものがあります。先ほどのような大飾りと言われる脇床まで使った見事な秋景色の飾りもあれば、このように晩秋の姿、まさに細身の柿が葉を落とし色をつけ、そこにわずかな実りが見える。いかにもわびさびを感じる日本の景色そのままです。このような何気ない静けさのある文人風の柿の盆栽を飾るとき、秋景色とは何なのかというものになります。しぐれの雨降る中、はらはらと散る赤いもみじの葉、素晴らしい絵です。脇には旅の僧が一休みしながらしぐれをよけて過ぎゆく秋にものを思う風景が描かれています。素晴らしい秋飾りだなと思われるでしょう。これだけでも見事な飾りではありますが、これも同じ。さらに踏み込んで深く考えると、柿の美しさと
しぐれのもみじの葉が多少色としても秋使いとしてもかぶっています。またこちらの旅の僧、風景としては見事なものですが、ご色彩、つまり色をつけた焼き物になっているところが色というもので、晩秋の錆び枯れた柿姿を少し消してしまっています。さあここからさらにこの名残の晩秋の柿姿を描く石へ作り変えてみます。先ほどご覧いただいたしぐれのもみじ、素晴らしい軸でしたが、また脇の旅の僧、典型としての姿も良かったですが、いかがでしょうか。少し雰囲気が変わっていると思います。柿の種木は一切場所も姿も変わっていません。そこに細身の半月に近い月が昇っています。よく見ると暗い夜空にちらっちらっと初雪が降っています。もちろんまだ積もる雪ではありません。月の周りに降る雪は下に降り降りる頃には消えています。脇には静かな楼閣、まさにこの中で先ほどの旅の僧は休んでいるのかもしれません。ただこの関の景色全体をご覧ください。色を持つものは柿のみとなっています。名残の葉姿、名残の実姿、まさに木守と言われる柿の風情がよく現れています。モノクロの掛け軸と典型、そこにわびしいながらもわずかに色を残す種木、晩秋から初冬への切り取ったようなわずかな時間を描いた石に変化しました。さて、山垣、そして鮮やかな山蔦、彩る秋の紅葉の姿、見物の姿、わびがれた初冬への姿、ご紹介しましたが、松で秋を飾るにはどうしたらいいのというご質問もあります。常盤の緑、いつも青々とした灰色をたたえる松、もちろん微妙な春夏秋冬の灰色はありますが、基本的には緑をたたえています。この松そのものに季節といっても飾りでは難しい場合があります。この木は5本の木で立っている熱らなりという一つの根から追い立ったものです。那須御用松の素晴らしい魔調子の木です。将来の飾りと言われる松の熱らなりの姿は山々の追い立つ松の林をそのまま表現しています。先ほど使っていた塵もみじ、雪に半月、月に露岩、皆素晴らしい掛け物ですが、画面の中の月が大きいとどうしても春のおぼろから半月へという世界、少し寒々としてきた季節の中は画中の中で小さく見える中天の月がよく似合います。松に月、そして三重塔、石としてはとても完成度は高い石ですが、一つ問題があります。季節感が出ません。素晴らしい石を作るということと、そこに季節を織りなすというものはまた別の意味を持っています。それではここに松を変えずに季節を取り入れてみましょう。
山塚で使った時の丹波の紅紫雲石です。三重の塔を外してこの石を置いてみました。松風の姿、中天に浮かぶ寒々とした月、そしてその向こうにはたたえる緑の山々のそばに前山名残の紅葉の山姿があると、ああ晩秋から初冬へまだ秋を残した松の石なんだな、そんなことを感じ取ってもらえるために作り上げる石です。このように松の盆栽の木姿、それとわずかな色をたたえる石、この中にある微妙な色彩の季節というものを心の中で楽しむのも日本の文化であり、盆栽水石の文化でもあります。一つ一つの飾りに込められたもの、何を見せようとしているか、そんなところまで盆栽や水石の飾りが届くといいなと思って皆様にご紹介させていただきました。秋の飾りの今日はご紹介。色はいいですね。なんでこんなに自然ってきれいな色を出すんだろうと思います。そしてまた松の緑のように真冬の寒い時でもたたえる色の良さ。盆栽はその季節季節で私たちに感動を与えてくれます。今日の飾りの勉強いかがだったでしょうか。ためになったなと、面白かったよ、そう思ってくださるとありがたいです。もしよろしければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もありがとうございました。